はい、どうもこんにちは。金子でございます。ということで、この家の秘密、実はもう一個だけあります。地下室があります。僕ね、夢だったんですよ。地下室を作るっていうのが。なんで今日は皆さんにこの新スタジオの地下室にご案内したいなと思います。ということで、皆さんどこに地下室があると思いますか？ここを、いきますよ。ではないんですよ。ここは普通のテレビです。何も仕掛けはないです。地下室があるのはここら辺です。この周辺です。今カメラでこうずーっと映してるどこかに地下室につながる扉があります。皆さん分かりますか？どこでしょうか？このタイルの123番目、ここをではないんですよ。ではないんですよ。じらしていく。すいません、もうこれ以上やるとね、鬱陶しがられて動画切られちゃうと思いますんで、正解発表します。正解はこっちです。一見ただの壁ですよね。ちょっと近づいてみましょうか。はい、どこかにヒントがありますよ。あ、今映ってる。こう見るとよくわかりますよね。音聞いとってくださいね。ここの面だけ明らかに空洞の音がしますよね。これで、これを外すと、でここに手をかけてこの扉を開けると、ようこそ僕のスタジオの地下室へ。ここが地下室につながる通路でございます。キッチンがあって、和室があって、玄関があって、ここです。ここに隠し扉があるんですね。ちょっと見に行きますか。さーっと行って、はい、まずは天井から見てください。一面空模様です。であそこに吹き抜けがあります。あれはちょっとまた後で。でも全部空です。こうです。下はこんな感じです。木ですね。でこう行くと螺旋階段になってます。でこの螺旋階段を降りていくと、はい、行きますよ。そうすると下は人工芝でちょっとふかふか系の、そしたら地下室がこちらになりますよっ。どうですか？こんな感じになっております。こう段差があって、この上見ると天井が超高い吹き抜けみたいになってます。昼間はね、ここから光が入ってここがめちゃめちゃ綺麗に照らされるんですよ。今夜なんでねちょっと暗いですけど。そしてこれ運転と登れるやつと登り棒があります。そしてここにハンモック今ついてます。ハンモックがかけれるように器具も1、2とつけておきました。ここでゴロゴロとすることもできます。で本棚みたいなキャットウォークみたいなのをつけました。でも壁紙は一面空です。空色で、ライトはダウンライトの埋め込み式を採用しました。でもちろんエアコンもついてます。地下室は湿気が強いので湿気取りの装置がこの中に入ってます。どうですか？作ってしまいました。地下室まで。僕ちっちゃい頃一軒家で育ってるんですけど、なんか家のどっかに扉があって地下室につながる道とかがあったらいいのになとか思ってたんですよ。なんか男だったらなんか一回はそれ思いませんか？それを実現したっていう感じです。壁の取っ手のところもあえてああやってね、張りにくくしておきました。でこの地下室は公園をイメージしました。虫のいない公園っていう感じですね。今まだねこういうハンモックとか、登り棒しかついてないんですけど、ここにジャングルジムとか、あとボールプールとか、
おままごとセットとか置けますよね。で、なんでこういう公園みたいな感じにしたかというと、僕このスタジオを作る時にみんなが集まれるスタジオにしたいなと思ったんですよ。撮影以外でも使えるようなそんなスペースにしたかったんですよね。ここで子供たちと女性陣がね遊んでる間に、上で男性陣がなんかお酒飲んだりしてもいいですしね。いろいろ考えたんですよ。ここカラオケルームにしようかなとか、シアタールームにしようかなとか、俺の編集部屋にしようかなとか、いろいろ考えたんですけど、ここは子供の夢の部屋にしました。ほんでなんでこんなにスタジオを豪華にここまでガラッと変えたのかっていう理由ですね。僕もね結構いろいろ考えたんですよ。セキュリティの高いマンション一室買って、旧スタジオの間取りとかを完璧に再現しちゃうみたいなのも考えたんですよ。土壁みたいなの貼って、もうなんかそういうちょっと古臭い感じにしようかなとか思ったんですけど、多分それがクリエイターとして一番こう攻めずにお気に入ったやり方ですね。でもそれだとね変化がなさすぎるし、例えば僕がなんか鬱になっちゃって動画投稿できなくなっちゃったりだとか、病気で動画上げれなくなっちゃったりだとか、 YouTube から離れちゃわないといけなくなっちゃった時に誰も使えないわけですよ。そのマンションっていうのは撮影に特化したところなんで。でもここだったらもうなんか誰でも使えるなと思って、もう僕の家族も使えるし、友達とか集まっていろいろねできると思うし、それだしこうコラボとかも取りやすいんですよね。前のスタジオだとねちょっとコラボ相手の人に来てもらうのも気が引けちゃったんですよね。ゴキブリ出るし、床抜けそうだし、セキュリティ甘いし、僕は愛着があったんですけど、このスタジオだったら胸張ってコラボ相手の方に来ていただけますよね。それにねスタジオを変えたらやっぱり前の方が良かったって言われます。どういうスタジオに移ったとしてもね、変化したらやっぱりその変化を嫌う人っていうのはいます、絶対に。僕はそれをね危惧してずっとあそこでやってきたんですけど、今回もう老朽化ともうセキュリティでちょっと本当に怖い目にあったんですよ。動画では言えないぐらいのことがあったんです。何があったっていうのはちょっと大人の事情でちょっといろいろ言えないんですけど、どうせ変えるならねバシッと変えましたわ。こんだけしっかりとした作りで作っちゃえば僕の孫の代まで使えると思いますんで。それと今 YouTube をやってる方とか、今から YouTube を始めようかなって思ってる方に夢を与えたかった。今ってアイデア一つで影響力がつけれたりスターになれたりする時代なんですよ。もう完全に個人の時代になってきてます。僕なんかすごいいい例だと思ってて、特に芸能活動をしてたわけでもなく YouTube から入ってもう YouTube でここまで上がってきたっていう、もうスキルは魚をさばくだけ。しかも僕魚さばいてますけど、僕より上手に魚をさばくチャンネルとか、僕より上手に料理を作るチャンネルっていうのはもういっぱいあります。だけどこう見せ方一つ、ちょっとアイデア一つで大きなチャンネルになるんだよ、そしてこんなスタジオも建てれるんだよっていうね、こう夢を見せたかった。あと僕の動画は海外の視聴者さんが結構見てくれてるんですよ。でその海外の視聴者さんに対しても、日本のクッキングチャンネルで気まぐれクックっていうチャンネルは魚をさばいてこんな立派なスタジオを建てたんだぞっていうこうメッセージ、これを世界の方に発信したかった。でそういう考えもあります。でこのスタジオのキッチンとかものすごいハイテクじゃないですか。上火焼き器のサラマンダーがあったりだとか、食洗機があったりだとか、高性能のオーブンがあったりだとか、そういうのあるんですけど、基本そういうものを使ってるシーンっていうのはほぼ映しません。僕が6年前に気まぐれクックを作って動画投稿しようって思った時に考えたコンセプトっていうのが、コンロ一つ包丁一本で誰でも真似できるお魚料理をちびまる子ちゃんやサザエさんみたいな、ああいうね小さいお子さんから年配の方まで楽しんでいただけるような動画番組を作っていきたいなっていうコンセプトでやってますんで、このスタジオになってもそれは一緒です。一口コンロと包丁一本、基本的にはこのスタイルでいきます。なんでコンロとかもあえて強火の一口コンロで横に分かりにくく IH を作りました。でもYouTube なんでやっぱりこう企画で例えば大きいものをガツンと焼きたかったりだとか、ものすごい大きいものを煮つけたりだとかしたい場合があるんですよ。そういう時に対応できるようなキッチンにしたというだけですね。あとこんだけ設備がしっかりしてたり調味料とかがもうすごい置けたりだとかすると、僕も料理がすごく楽しいです。何分僕も一人で全部やってるもんで、モチベーションの維持っていうのがものすごい大事になってくるんですよね。なんでこんだけ充実してると料理もっと勉強しようって思うんですよね。前のスタジオだとちょっと正直どこかなんか自分の好きなものだけ、これは伸びるだろうな、だからこの企画をやろうっていうあんまりね挑戦がなかったんですよね。それは非常に良くないこと。なんでもっとこのスタジオで料理をいっぱいいっぱい作って、プライベートでも料理の技術をどんどん上げていけたらなと思ってますね。で1個前の動画でかなり
音の反響がやばいっていう動画を上げたじゃないですか。あれもね、改善中でございますので、今ピンマイクつけてるんで結構いいと思います。ピンマイクをつけなくても普通のノーマルマイクでも反響しないように今ねちょっと頑張って動いてますので、当面の間ちょっとピンマイクで対応したいと思います。全然深刻なことではなかったです。音が反響しちゃうのはやっぱ天井が高かったり物がなかったりだとかすると絶対あることなんで、マイクを変えたりスポンジを置いたり布を置いたりなんかそういうことで治るらしいのでね。であと光の白飛びがすごいというコメントもいっぱいありました。僕もね編集しててそうだなと思って、それもカメラの調整でだいぶ改善したのと、あと明かりを少し暗くしました。明かりをつけなくしました。あれ全部つけてたんですよ。全部つけるとむちゃくちゃ明るいんですよ。もうね料理してて目が眩しいぐらい明るかったんですよ。やっぱり白飛びしちゃうんですよね。どうしてもこう反射しちゃってね、光が反射しちゃって僕の顔が真っ白けっけになっちゃうんですよね。本当僕も手探りで今動画撮ってますので、ちょっとなかなか型がビシッと決まるまでは、言ってることが2点3点しちゃうかもしれませんけども、ちょっと温かい目で見とってください。必ずいい映像が撮れるようになりますので。というわけでそんな感じですかね。なんか喋る動画とかここで撮るのもいいですよね。僕むっちゃ気に入ってるんですよ、この段差。こう宿にこうやってうえーってもたれかかって、この部屋は地下なんでこうボールを蹴ってもいいんですよ。こう撮影の合間にこうやって遊んだりするんですよ。これハンモックも夢だったんだよな。部屋の中にハンモックですからね。はい、というわけで次の動画からお魚さばき動画となります。前の動画でもお伝えしたんですけど、ちょっと音の反響がすごいです。すごいんですけど、初めてここの新しいキッチンで料理をした動画ですので、ちょっと見ていただけると嬉しいです。というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。